皆さんこんにちは。リンク所属ハンマー FM の浜健です。今回の動画は先日行われた FNCS ウィーク2の決勝から神セッティの移動の仕方が非常に素晴らしかったので、何試合かをピックアップして見ていこうかなと思います。今回のシーズンは徒歩移動が中心となっていて、資材も回復も後半に残しておくことがとても難しくなっています。またビクロイの取り方もハイグラやもしくは回復耐久となっていて、後半にいかに資材を残していくかは非常に重要な要素となっています。というわけで今回の動画を最後まで見ていただくと、このデュオの後半の移動の仕方がいかに完成された流れになっているのかがわかると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。ハンマー FM は皆様の高評価とチャンネル登録の提供でお送りさせていただきます。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。さて、後半の移動をより理解していくために、まずは初動から中盤を軽く振り返っておきましょう。彼らの序盤から中盤にかけてのテーマは、サージ稼ぎと徹底された車線管理の移動というところの2つとなっています。彼らの後半への強みというのは、やはりプレイヤーが少ない場所への安全な移動というのが基盤という形になっています。要は遠回りになったとしても敵が少ない場所から円入りを徹底的にしていく。なので長い時間を確保していくためにもサージを序盤でしっかり稼いでいくっていうのは彼らにとっても最重要の課題と言えます。彼らのサージの稼ぎ方は初動ファイト、移動点打ち、そして固定点打ちの3つをバランスよく、使い分けていきます。初動で降りている場所は前シーズンから引き続き駅とそして家に、なっています。被りがあった場合は家に2人とも降り、フリーだった場合は1人が駅、1人が家という形での分かれ降りをしていきます。徹底してタンク側に降りていくという形を心がけていて、先に体力有利をつけて速攻で対面を仕掛けていくので、初動の対面の勝率っていうのは悪くない状態ではありました。固定点打ちの場所として、序盤では風車小屋のバンカーを選択することもありますが、円から外れた際にはストームを後ろに背負う形でアンチに向かいつつ円に向かう移動中の敵プレイヤーを後ろから狙うことや、自分たちが円内に入ってきた際にはまだ入ってこれていない敵っていうのを中から狙うといった、移動点打ちのような行動もよく見られました。特に円がまだ比較的大きい第3円、第4円ではこの移動点打ちを行っており、サージが発生する頃には初動、固定打ち、そして移動点打ちでかなりサージを稼ぎ切っていて、第5円からは移動に集中をし始めていきます。とはいえ当てられる場所では当てていく姿勢っていうのは終始継続をしていて、第5円においても目的場所に到着した際にはボックスから積極的にダメージを当てていくということは行っていきます。そしてもう一つのテーマでもある徹底された車線管理の移動になります。彼らの強みは以前から終盤まで資材を減らさない動きを意識しているのは言うまでもありません。2人とも隙があれば資材を借り、極力資材を使わない動きっていうのをしていきます。これは回復にも言えることで、遠くに点打ち台を見た時などは極力遮蔽物や丘を使って車線を切った移動をしていきます。丘などで車線が切れない時に関しては見られていることを前提に絶えず建築モードにしておいて、いつでも張れる状態にしてリスクが高いエリアっていうのをクリアしていきます。そしてできるだけ早く自分たちが取りたい場所をキープしていき、早めに到達した後はサージ稼ぎや使った資材の補給に努めていくといった流れになっています。早く到達することでまだ周りにはプレイヤーが少なくて比較的安全にファームする時間を取れていたり、移動中のプレイヤーっていうのを狙う時間も比較的多く取れていました。フローフィズを時折混ぜて移動速度を上げて移動していくなど、こういった細かい部分の積み重ねっていうのが彼らのムーブになっていて、終盤に入った時の強さっていうのを最大限に引き上げていることがわかります。逆に言うと、その積み重ねがイレギュラーによってできなかった場合に関しては厳しい結果になっているっていう結果も、少なくなくて、ここはヒートなどで彼らがさらにどういった対応を入れてくるのかっていうところに注目をしていきたいですよね。さて、ここまで初動から中盤っていうのを説明してきました。それでは今回のメインディッシュの後半の移動に関してになります。こちらもテーマは2つあります。1つは集団を意識した移動ということになります。
そして2つ目は、入っていく場所というのは未来のアンチの場所という形になっています。まずは集団を意識した移動。これは第6円以降の移動で、よく見られた動きではあるんですが、徹底して詰まっている場所を意識した移動っていうのがやはりうまいですよね。当たり前なんですが、左上に例えば寄っていく場合に関しては、右下が混むということになっていくわけなんですけども、注目していくべきポイントはそこだけではありません。ここで一つ例を見てみましょう。例えば、この第6円のアンチ移動の場合、彼らは遠いポジションですが、ウィズを使って一気に北上していき、そして円の右上側から入っていくということを目指しています。そして目指しているポジションっていうのは、現在ストームとなっているエリアとなっています。基本的に第6円が選択された時、もしくはかなり近くに縁が出現した際には、多くのプレイヤーっていうのは第6円出現時点でのアンチ選択場所っていうところに留まり続けていく傾向があります。そして第6円が収縮し始めるとともに密集度が増していくということになります。こうなってしまうと第7円での移動時で、例えば逆側が指定された場合っていうのは多くのリスクが発生してしまいます。この利用は先ほどもお伝えした通り、徹底した資材管理と車線管理を意識していることから、現在ストームになっているエリアっていう部分を目指して、母集団から注目を避けて、車線を切り、そして資材を補給しているっていうことにしています。そして問題の第7円。この第7円をどれだけ資材を温存して無事に移動できるか。それが今シーズンにおいては最大の山場となっています。先ほど彼らは第6円で母集団を避けた行動を行いました。となると、集団が圧倒的に存在している場所っていうのはどこにあるのか。当然ながら第6円が発生した瞬間のアンチエリアになるわけなんですよね。つまり第7円移動で一番安全なルートというのは、その母集団の位置から見ると逆サイドの円の場所から入っていくことっていうのが基本的には一番リスクが低いことになります。そして2つ目のテーマでもあった未来のアンチ場所っていうのをここで説明をしていきます。第7円が発生した際にいくらリスクが低いルートであったとしても、小さくなった縁っていうのはすでに敵が鎮座しているっていうことはよくあります。彼らの動きを見ていくと、第7円が指定された瞬間に母集団の逆サイドを狙って移動を開始していきます。ただし、そのまま第7円の中には入っていかないんですよね。収縮開始前に円の縁で待機を行っています。この狙いは先ほどの第6円時と全く同じで、現在のストームエリアに移動して母集団との距離っていうのをとってリスクを最小限にしながら資材を回復できるところは回復していくというところにあります。第7円が収縮開始するとともに彼らは移動し始めるわけなんですが、この移動ルートっていうのがストーム収縮とともにアンチに切り替わっていく、要はプレイヤーが存在していない、かつ母集団から離れているルートを通るわけなんですよね。この第7円の特徴としては、次の円が示される瞬間に表示される元の円との未来の円をつなぐこの面積の部分ですね。ここに関して非武装地帯っていうのが形成されていくことになります。先ほどお伝えした通り、この半月アンチでは指定時のアンチ内に留まるプレイヤーっていうのが大半です。そしてほとんどのプレイヤーが集団の中にだけに意識を集中していて、IGL は次の移動ルートを中で考えています。だからこそ彼らの収縮が開始されたと同時に、この非武装地帯をフィズで素早く中に入っていくっていうことを、意識しているプレイヤーっていうのはそんなに多くないんですよね。こちらは第7円発生時から第8円収縮直前までっていうのを30秒単位で切り取っていった図になっています。表示しているヒートマップっていうのは何を示しているかというと、切り取った瞬間の全プレイヤーがどの場所を見ているのかっていうのを表しています。つまり円のタイミングにおいてどこが死角になりやすいのかがわかるようにしている図となっています。まず第7円発生時、円の進む方向やこのタイミングでハイグラを獲得しているディオに、注目が集まっています。このタイミングではアンチ内にいるプレイヤーの大半が外を見ているのではなくて中を見ているっていうことがわかります。
外側では円に入るために詰まっている場所を確認していたり、移動したいんだけども周りにプレイヤーがいて、動向が気になって確認しているプレイヤーっていうのが大半なんですよね。そして30秒後、まだ移動は開始されていませんが、外にいたプレイヤーっていうのがアンチ入りをしてきています。その際にサージを稼ぐために入ってきたプレイヤー同士で、対面をしていたり、様子を伺ったりという傾向が見られています。そして元から円の中にいたプレイヤーたちは、まだ円の境界線や周囲の動きっていうのを伺うというような状態にとどまっています。そして収縮開始直後、このタイミングでようやく元から中にいたプレイヤーたちっていうのはアンチの外側っていうのを見始めます。また30秒前に入ってきたプレイヤーたちもまだ入りきれていないプレイヤーにダメージを与えていくために外側に意識を向けていくことがわかります。ここで見てほしいのが、やはり一番意識が向いているっていうのは一番混み合っている縁の場所という方向になっていて、カミセッティがいる、端側というのは意識がやはり低いんですよね。一部視線もあるんですが、これは端側にいる近距離にいるディオっていうのが見ているだけということになっているので、その単一車線のみを気にすれば、難なく円に入ることっていうのはできるという感じになっています。そして第8円、円に近いプレイヤーはやはり円の境目に視線が集中しています。円の中心に近いプレイヤーっていうのは円の外側から円に向かうプレイヤーの方向っていうのが分かっているっていうことからサージ稼ぎを狙っていきます。そしてこの外側、この図では左下っていうのが大きくスペースが空いていることが確認できます。ここのエリアっていうのは先ほどのストーム内にあったエリア、要は非武装地帯になってるんですよね。カミセッティはこの第8円が確定した瞬間に一気にこのオープンスペースの非武装地帯を移動していきます。このように彼らは集団との距離感っていうのを絶えず確保していて、集団が入ってくる方向とは逆方向から入っていって、円が移動し始めて生まれる非武装地帯っていうのを利用してね、行くという形になっています。そして非武装地帯っていうのはストームを背にできているという状況から、車線管理自体も基本は集団側、母集団の混み合っている側っていうのを気にしておけば、基本的には良いので、基本的には資材の消費っていうのも抑えられて、非常に効率がいい動きとも言えます。ただし、同じように動きを組み立てているディオも当然いるということになりますので、完全にフリーというわけではないですし、先に場所を取られてしまって待たれている場合は、他のプレイヤーに逆に紛れることができませんので、非常に目立って狙われやすいという側面もありました。こちらは同じように移動しようとしていたところに、先に場所を取られていて、円に近づくことが困難になってしまったケースになっています。このように集中的に見られると、温存していたせっかくの資材であったり、回復も大きく減ってしまって、最終的に彼らのビクロイのシナリオであるハイグラムーブに大きく影響を与えてしまって、最終的には高順位がなかなか取れないといったケースもありました。ただし、マッチ全体を振り返ってみると、中盤であっても車線を切ったり、資材を絶えず補給したりと、移動の仕方一つにもどういう移動をした方がリスクが低いのかというのがよく考えられている試合作りということは分かったかなと思います。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画は先日行われた FNCS Week2 EU の決勝からカミセッティの後半の移動の仕方について説明をしてきました。第7円を生存して安定した動きができるかどうかっていうところだけでも大会の結果はかなり大きく変わってくるとは思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。はい、ハンマー FM ではハマケンの独自視点で面白いなと思ったことを動画にしていきます。またこんな動画が見たいなという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あと、今回もコメントをお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆様の参考に少しでもなれば幸いです。それでは。